さあ、今日は実験9日目です。今日は、ドライヤーをゲットしまして髪の毛が乾かせるようになりました。タオルをゲットしたのでだいぶストレスは減って時間も短縮できたんですけど、欲が出てきましたね。というか一つずつ完成させたいというかやっぱりドライヤーがあった方が当たり前ですけど、お風呂の後の時間が格段と減りました。どっちかっていうとその痛みとかよりも私は時間の方が気になってドライヤーをゲットしました。夏なのでよっぽどなくても生きてはいけるなと思ったんですけど、さすがにこれも生まれてきてずっと使ってきたものなのでと思って、ドライヤーにしました。そしてもう一つがこちら、じゃらーん、スマホ何日目になるかなって思っていたんですけど、9日目になりました。久しぶりに使った感想というか最初の感想は重たいでしたね。もちろんパソコンとかカメラとかこれよりも重たいものって使っていたんですけど、片手で操作するってなった時にあれ、スマホってこんなに重たかったんだっていう感覚がありました。ただ今からメリットデメリットをお話ししようかと思うんですけど、実はちょっとズルしていまして、この9日間一切使わなかったっていうわけではないんです。なので結論から言うと、スマホは必要なものでした。大事かって言われると大事ではない気がするんですけど、必要でした。そうだな、悔しかった。もうちょっと我慢できるかなと思ったけど、一番の理由は明日ですね、用事があって出かけるんですが、それに伴って必要となるからです。どうしてもパソコンじゃできないことがこっちであったので、明日必要なのでその準備もありまして、今日ゲットしました。で、1週間スマホ持たずにどうだったかっていうのを書いていたんですけど、メリットよりもデメリットの方が多かったかなとは思いますね。困ったことが結構ありました。以前の動画でもお話ししたんですけど、スマホがないからパソコンで何でもやっていたんですけど、本人確認が必要になることがあるんですね。要は別の端末でログインするから承認してくださいっていうのがあって、大体がその電話番号でつながってるのかなっていう感じがしました。なので私の場合 LINE と UberEats、 一度これで Uber 頼もうと思ったら、もともと登録していたアカウントがそのスマホにあるので、そこの承認ボタンを押してくださいみたいなのが出ちゃって使えなかったことがありました。だからスマホもそうだけど、まだまだ電話番号が必要なんだなと思いましたね。で、次にアプリはやっぱりスマホですね。まずはネットバンク、家庭のもすると4つ全部スマホでアプリ管理してるので、それがいじれなかったのが一つ困りました。で、2つ目、これはどうにかなったんですけど、ルンバの操作も、細かいことはスマホのアプリでやっていたので、そこができなかった。あとルナとか自分の記録系のものですね。パソコンをゲットしてからはもうとりあえずパソコンにメモをしていたんですけど、逐一こういうことしなきゃいけないのかっていう風な、困りごとというかめんどくさかったなって思います。そしてあとは記録で言うと、何でも写真撮っておきたいとかそういうことがあったんですけど、もちろん写真が撮れないっていうこと、あとは何かひらめいた時とかのメモっていうのはすぐできずに、パソコンを開いてっていうワンアクション必要だったっていうことですね。そしてお出かけ何度かしたんですけど、私が個人的に一番使うのがその電車
に乗る時の改札とか、電子マネーとかですね、お支払いの時、それを当たり前にやっていたので、もう現金で切符買ったり、でも久しぶりに切符買ったのも悪くなかったですけど、思ったよりも反応が遅かったので、やばい電車来ちゃうっていうドキドキが久しぶりにありました。あとはそうですね、お支払いの時もピッてやれた方が早いのになって思う瞬間が何度かありました。あとはやっぱり方向音痴なので Google マップが見たかったなって思うのと、乗り換え案内、電車ですね。なのでスマホがない時は知らないところに行かなかったので、困ることはなかったんですけど、明日は知らない土地へ行くので、この辺りが必須になるかなと思います。あとはメールアドレスでパソコンに同じように連絡が来るんですけど、実際にそのアクセスしてくださいねっていうのがスマホ専用のものがあったりするので、もう明日がリミットだなと思って今日スマホをゲットしました。あとは写真もそうですけど、撮影、私は朝海に行ってマリンスポーツしてるんですけど、フォームの確認でスマホで撮影してるんですが、それができなかったっていうのは、趣味の話なんであれですけど、ちょっと残念でした。あとは今この実験をやってるので、外出先でその自分の様子を撮りたかったんですけど、カメラ持っていくとねちょっと大げさだし、スマホがあったらサクッと外出先でも記録ができたなっていうのはあります。なので写真も動画も電子決済も含め、すごくもう当たり前にある身近な存在だったなと思いました。で、当然ですけど携帯電話というだけあって、携帯性当たり前ですけどパソコンを脇に抱えて持つわけにはいかないので、いくら重たいなって久しぶりに感じたとはいえ、携帯だなと思いましたね。で、逆になくても案外いけるなと思ったのは、調べ物とかですかね。最初めんどくさいなと思ってたんですけど、パソコンで慣れちゃえば画面が大きい分情報がたくさん入ってくるので割と楽でした。あと娯楽も大画面の方が楽しかったりするので、動画とか映画とかは困らなかったです。で、やっぱりスマホを持たないっていうこともそうですけど、そもそも荷物を持たずに出かけていたので肩が凝らないし、やることに集中できたんですよね。とかその風景とか。だからスマホがないってこんなに幸せなんだと思ったのと同時に、必要である瞬間が多すぎて、もうなくてはならない一つの道具だなと思いました。あとは仕事関係ですね。私は今回結構曖昧にしてしまったんですけど、会社勤めの方ならその必要なものが絶対的にあって、それはもう初期装備として避けておけばいいと思うんですけど、私はそうしなかったので、やっぱりスマホで確認取ることも多くって、連絡もそうですけどスマホの中にそのデータがいっぱいあって、だからそれを見ないと返事ができなかったり仕事ができなかったっていうことがありました。なのでスマホ自体が必要というよりは、これまでの人生時間、このスマホを使って生きてきたので、ここに全部が詰まってるんですよね。だから今まで使ってたものを使わなくなるっていうのが大変なんだなと思いました。電話番号もメールアドレスも、そういうデータとかいろんな管理が全部ここで行われてたんだなっていうのは改めて思いました。だったら逆にもう身分証とかそういうのも早くスマホに入れて、もっと身軽にもっと詰め込んでできるようになったらいいのになとは思いました。ということで本当にちょくちょく仕事関係でスマホを開かざるを得ない時がありまして、YouTube の設定とかもそうなんですけど、本当にそういう時だけパッて開いたんですが、パソコンがあるのでそれ以降ずっとスマホをいじるってことは全くなくて、私なくても生きていけるなって思ったんですけど、いざスマホを解禁するとですね、やっぱりパソコンを開いて何かするよりは早いし楽なので、それに慣れてるからやっぱり触っちゃいますね。これやだな、指が怖い、指が勝手に動くから、これはちょっと取りつかれてるなと思って、
意識しないと距離を置けないなんて恥ずかしいですけど、意識的に距離を置きたいなと思っています。ということもありまして、ちょっとスマホをなるべく触らないように、スマホの設定などを変えてみたので、いくつかご紹介したいと思います。まず1つ目に、使っていないアプリを消しました。で、私は iPhone なので仕様が違う方もいるかもしれないんですけど、スマホは何ですかね、このメイン画面と横にスライドしていっぱい入ってるところっていうのがまた違うので、ホーム画面から消してもここには残るっていう仕組みみたいで、なんかこれ謎だなと思いながら、一旦ホーム画面をまっさらにして、今海の情報とか天気の情報をこまめにチェックしてるので、それを大画面でドカーンと載せました。いちいちアプリ開いてたんですけど、いくつもそれをなくしてドカーンとやることで、いじることが減るかなって思ったのと、メモをしたかったので LINE のメモの部分を残しました。で、スライドしてこの謎のこういういっぱいあるところに固まってるんですけど、これフォルダはね、勝手に分けられるんですよ。でも使うのって知れてるので、だいたいここに出ているか、私は上の検索のところで YouTube 見たかったら Y とかやると YouTube が出てくるので、もうアプリの名前の頭文字で検索してポチッとしています。そして次に、これ昔もやったんですけど、なぜかまた戻っていたので再びやりました。 LINE の一番下、ホーム、トーク、ブーム、ニュース、ウォレットになってる人、このニュース見ちゃいません？私 LINE ニュース LINE 開くと絶対押しちゃって、なんか嘘か本当か分かんないようなのをつい見ちゃっていたので、これを通話っていうものに変更して通話の履歴にしました。これ意味をなさないので通話を押すことはなくなりました。このブームは消せないみたいで、調べたらこのなんかちょっと SNS っぽいのが消せたらいいなって思うんですけど、これは消せないみたいですね。ということで、だらだらニュースを見るような癖はなくなるかなと思います。そして4つ目、これも iPhone の設定ですが、画面を手前に傾けてスリーブ解除っていう、画面を切った状態でちょっと起こすと電気がつくっていうのをオフにしました。なんかそうするとまた見ちゃう気がするので、タップしたら開くようにしました。そして最後、これは昔もやってたんですけど、またやりました。これですね、モノクロの画面にするっていう設定、これはかなりおすすめです。私はでもこれで結構困ることもあるので、すぐ戻せないとストレスなので、ショートカットでこうやって戻せるように設定はしたんですけど、こうすると意志が弱いとね、すぐ明るくしちゃうんですけど、モノクロのまま困らなければどうしても楽しさを半減するので、これだと本当に見る気がなくなります。おすすめです。はい。そして今日はずっと立って喋ってばっかり申し訳ないんですけど、明日ゲットするものも今日ご紹介します。それがこちら、じゃじゃじゃん、スマホショルダーです。すごく迷ったんですよ。出かけるってなってバッグ、カバンが選べなくって、ですごく荷物が本当にたくさんあるんであれば頑張って決めようと思ったんですけど、荷物はないので、スマホをねポケットに入れるのがあまり好きじゃないんですね。重たいし。で、スマホショルダーは私かなりの愛用品なので、スマホショルダーにしました。落とさない、なくさない、触りやすい、出先で道調べたり乗り換え案内見たり改札くぐったりするので、常にぶら下げておきたい派なのでこれにしました。だからスマホともセットですね。でも本当は全てのアイテムをシンプルに使いこなすのがかっこいいなって思ってるので、スマホはスマホで単体でいたいなっていう願望はあるんですけどね。ひとまずスマホショルダーにしました。バッグが選べなかったので。そして2つ目がやむを得ずメガネ。私がコンタクトの人だったらコンタクトは初期装備にしていただろうアイテムですが、普段は裸眼で、必要な時だけメガネをかけるまだスタイルなので、メガネ、明日ちょっとどうしても必要なのでメガネにしました。
この50日間で何回必要になるかは分かりませんが、ないと困るものではある。すぐ買ったりできないので、これも大事な私の持ち物なので、明日10日目はスマホショルダーとメガネにします。意外と10日だから20個か。20個で事足りるっていうと違うけど、アイテム数的には20種類でいいのかなと思ったりします。そのワンアイテム、例えばタオル、いやもう1枚欲しいなとか、同じアイテムでもう1個欲しいなは結構あるんですけど、違うアイテムでこれ絶対いるわっていうのは今のところそんなになくて、結構これも分かって嬉しかった出来事です。はい。だから洗濯機とか家電とか家具とかですね、そういうものを入れるともちろん100個いくんですけど、単純に持ち物、自分のこういう持ち物だけでまた別枠で考えてみるのもいいなって思いました。私も100個とりあえず必要なものを順番に上げていって、出揃った時にその内訳というかね、やりたいなって思ったりしました。で、久しぶりにスマホをゲットしまして、この、たった10日ですけど、もうすでに価値観変わったんじゃないかなって思うことが多くって、価値観だから違うのか、性格はそんなに簡単に変わらないなと思いながらも、久しぶりにMBTI 診断をやってみました。これ性格だから変わらないのか、今思うと。そしたらですね、やっぱり変わっていませんでした。私言ったことあるかな。何度やっても INFP 仲介者でした。なのでこれが大きく変わっていったらまた面白い話だな、実験が何か効いてきてるのかなと思ったんですけど、特に変わりはありませんでした。ということで今日はご報告だけの動画になってしまったようですが、9日目、10日目、健康に無事暮らしております。それではまた明日。